こんにちは、おきゃんママこと加藤ひとみです。今日はマリオネットラインの改善法です。マリオネットラインは広角から斜め下に向かってできるシワや溝のことです。ほうれい線よりもさらに老けたイメージを持たれるシワとなります。実はマリオネットラインは結構若い年齢からその兆候は出ています。横から見た時に目立つラインなので、初期の頃は自分ではあまり気づきません。でも早めに対処することで深くなることを防ぐことができますし、すでにできてしまっている場合も改善は十分可能です。今日はマリオネットラインを最短で改善できる方法をお伝えします。それでは一緒に頑張りましょう。はい、これはマリオネットラインですね。こういう風に口の横から下に流れていく線ですよね。でもう少し若い方はこういう感じ。これがまず最初というか少し進んだ兆候となりますね。でここにお肉がねついてることによってこのような状態になるわけですよね。ここに脂肪がなければこういう風なラインはできないんですよね。こちらの方がだいたい40代ぐらいだと思います。こちらは80代かなと思うんですけども、このような経過からこの方に移行していくわけですよね。そしてですね、もっとさらに若い20代、実はこの頃からでもですね若干兆候が出てるんです。少し見ていただきたいんですけど、口の横に少しこういう脂肪が溜まってるのが分かりますかね。こういう風なラインですよね。これがだんだんとこのようになり、そしてここまで進んでいくわけです。このマリオネットライン、将来ですねここまではっきりと刻まれるのを防ぐために、ここに脂肪、ここにはもう絶対に溜めないことですね。脂肪がつくことによってここにこういう斜め下のラインができますので、この脂肪、ここには脂肪はついてはいけないよということを顔に覚え込ませる。わかりますかね。覚え込ませる。でですね、気になるところ、ここの脂肪、この脂肪を少し吸い込んでみてください。そしてここを平らにしてみてください。ご自身で鏡を見ながら平らになったことを確認したら、少し口角を上げてここを引き締めましょう。はい、もう一回いきますよ。この口の横、脂肪がつくことによってこういう斜め下のラインができるので、とりあえずちょっと片方だけ、こちら片方だけね吸い込んでください。そして鏡で確認して、平らになったのを確認して、少しさわっとそこをまっすぐにしてあげてください。軽くですよ。さらここは脂肪がついてはいけない場所ですということをしっかり顔に覚え込ませるんです。そしてその後口角をキュッと引き締めてください。片方だけ10秒キープしましょう。はい、次はこっち側行きましょう。はい、ここに溜まってる脂肪を吸い込んで、片方だけでいいですよ。鏡で確認して平らになったのを確認してくださいね。そしてそこをさわと3回ほど撫でてください。ここは脂肪がついてはいけない場所ですよというふうに顔に覚え込ませます。そして口角をキュッと引き締めてください。10秒キープ。はい、両側できましたか。片方ずつ脂肪を吸い込んで、そしてここは脂肪がついてはいけませんよということを皮膚に覚え込ませるように、サラと3回撫でます。平らの状態を撫でるんですよ。そしてその後口角をキュッと上げて引き締めます。こういう状態。10秒。はい、反対。ここに溜まっている脂肪を吸い込んで、そしてまっすぐにしたらさわと3回撫でて、ここには脂肪がついてはいけませんよとしっかりと言い聞かせます。そして口角を上げてキュッと引き締める。10秒。はい、そしたらですね、次はこの両方の脂肪を一気に吸い込んで、唇を巻き込みながらぎゅーっと口横を引き締めますよ。引き締めたまま10秒キープしましょう。
はですね、ここには脂肪がついてはいけないよということを皮膚に覚え込ませました。ご自身の顔にしっかりと記憶させるようにサラッサラッサラッとやって脂肪を潰すということをしましたね。でそれは毎日やっていただきたいんですけども、もう一つですね、ここに脂肪をつける隙を与えないということがすごく大事なんですよ。なぜこんなところにお肉がついてくるかということなんですけども、もちろん頬が下がってきたことによりそのようにここに脂肪がつくというのもあるんですけれども、何よりここの緊張感ですよね。口角、口の横の緊張感が欠けるとここには隙ができてきます。脂肪がついてマリオネットラインができる、隙ができるんですね。なのでここに隙を与えない、脂肪をつける、お肉をつける隙を与えないということがとても大事になるんです。じゃあどうしたらいいかということなんですけども、常に口角を緊張しておく、これがとっても大事なポイントなんです。少し難しいかもしれませんね。普段意識して口角に力を入れるということがあんまりないかもしれないんですけれどもね、習慣化するとそれほど大変ではないです。ここを力をだらっと抜くから脂肪がつくんです。例えばまたお尻を例に挙げるんですけれども、お尻を常に緊張させて引き締めておくとお尻が垂れないって聞いたことないです？なんとなく緩めている状態が長いと肉が下がってきますよね。キュッと綺麗なお尻を維持するために常にお尻には力を入れておくっていうのはよく言われていることですよね。それと一緒で、一緒っていうのはおかしいですけども、常に口角を引き締めておくんです。引き締めるということは口角を上げておく。普段家事をする時でも何をする時でも引き締めておく。ここを緩めない、常に意識は口角にあるというのがとても大事なんです。その練習方法、ただ意識するだけじゃなくて一つ練習をしてみましょう。口角が上がった状態を維持する。すごくニコーッと笑わなくていいんですけども、ここに緊張感を持つこと、それのいいレッスン方法あるんですね。割り箸割って1本にしていただいて口に加えるんですね。で加え方はこんな感じで顎をグッと伸ばします。伸ばすようにして口角を上げて割り箸を当てて、その割り箸の上から口角が出てくるような感じ、このように加えていただくことがすごく理想ですね。一緒にやってみましょうか。歯で噛む感じですよね。そして口角がここから出るぐらい、普通にこうすると口角出ないけど、キュッとかなり上げないと口角が見えませんよね。そして唇を添える感じ、少し出ますよね。その時にですね、顎を引き伸ばす、ここを伸ばすのがポイント。口角を下げた顔をずっとしてるとですね、ここに梅干しじわができてくるんですよ。これを気にされる方多いんですよね。ここポコポコっと脂肪のブツブツみたいになって梅干しっぽく見える、あれが嫌だなっていう方多いですよ。割り箸で口角を上げる練習をしているとですね、ここの梅干しじわもなくなってくるんです。ここは常に平らにするのでね。はい、こういった割り箸でぜひやってみてください。そして口角を上げるコツがつかめたら、なんとなく普段でもここに隙を与えないんですよ。マリオネットラインができる隙を与えない。ご自身の中でここを引き締めて力を入れているところには脂肪がつかないっていうことをご自身でずっと念じてくださいね。心に置いといてほしいんです。何をするのも口角を上げる、マリオネットラインができる隙を与えない、これがポイントです。マリオネットラインの改善法についてお伝えしてまいりました。顔ダンスをマリオネットライン用に少しアレンジしてお伝えしています。マリオネットラインの原因になっている口横の脂肪は早く対処すればそれだけ改善も早いです。今は一枚鏡のドレッサーが流行っていますが、ぜひ昔ながらの三面鏡でご自身の横顔を見る習慣を持つことをお勧めします。私も以前は1枚の大型鏡を使っていましたが、今は三面鏡に変えました。すると自分では気づかなかった横顔が自覚できるようになりました。特に口横からフェイスラインのチェックにとても良いですよ。今日もご視聴ありがとうございました。それでは次回お会いしましょう。次は二重顎の改善法についてお伝えする予定です。それではさようなら。おけんママでした。